前回の続きからやります。皆さんこんばんは、あいです。前回は、こちら、ブランチマイニング場につながる地下階段ということで、こんな感じで完成しました。で今日はこれの続きで、ここのね、ブランチマイニング場の装飾をしていくっていうのが一つと、あとこの上の入り口部分だね。ここにちょっと建物をね、一軒建てていこうかなということでやっていくんですが、ちょっとね、気になることがあって、ここに、なんだっけこれ。ガードレールか。ガードレールをね、置いてるんだけど、これね、下から登るときに、ちょっとね、止まりそうっていう、もうちょっとさ、スムーズに登った方がいいから、ちょっとね、その部分を変えていきたいと思います。じゃあどうしようかな。今あるガードレールの下にもう一個足す感じで変えていきますか。で、ここね、どういう風にやってますかってコメントがあったんだけど、ここにね、この下に、レッドストーントーチ置いて、その上にブロックでガードレールって感じで置いてます。だから、ここを1マス掘り下げて、レッドストーントーチ置いて、この上にブロックでガードレールって感じかな。こんな感じでね、置いてあります。それじゃあ一個一個設置し直しますか。OK。一応ね、こんな感じで、一個ずつね、増設というか、追加したんで、一回通ってみますか。さあ、どうだ。あ、いいね、いいね、いいね。あ、めっちゃいいじゃん。止まることもなく、速度も落ちることなく、いい感じに似てるね。OK。それでは、ブランチマイニング場ね、やっていきましょう。で、ちょっとね、サイズ変更をします。てか、1マス分、掘り広げたいと思ってるんで、天井1マス、あと左右もね、1マス分、掘り広げるところからやろうかな。で、奥行きは、とりあえずこのままで。それじゃあ、掘り掘りタイム、スタート。はい、掘り広げて、こんな感じですね。高さが6マスの横幅が7マスかなで掘ってます。こんな感じで。じゃあまず、どうしようかな。何からやろうかな。床をもうちょっと苔ブロック使ってちょっと繁殖させちゃって、深層岩レンガと置きました石レンガ、置きました丸石。このね、3つをちょっと混ぜ込んでいこうかな。で、もともとが深層岩っていうこともあるんで、深層岩の丸石とか、普通の深層岩を混ぜ込んでもいいかもしれない。OK。それじゃあ次は、柱をね、立てていきます。で、使う素材は、こっちのね、地下階段で使ってある、ここと一緒で、模様入りの、境界岩レンガと、オークと頭皮の原木。で、最初のところは、1、2、3、4、5。5マス開けて設置。で、こっから先は、1、2、3、3マス開けて、これをね、一番下に設置していく形で、で、この上にオークと
頭皮の原木。で、これも皮の剥いだやつね。これを、こんな感じでランダムに並べていきます。で、まあこんな感じでね、全部柱を立てたんだけど、ちょっと、この頭皮の階段を混ぜ込みたいなということで、この柱を、まあ、どこでもいいんだけど、適当に削って、こんな感じでね、階段を入れていきます。で、さらに、このね、上のところ、ここにも原木を横向きにね、こんな感じで置いちゃって、この角のところは階段とフェンスゲート、トラップドアをこんな感じで設置していきます。はい、ここまでで今こんな感じになりました。で、ブラマイ状として掘っていく場所は、この横のね、この3マス空いてるところのこの真ん中、ここをずっとね、掘っていく形にしようかなと思ってるので、まあ、ここにはドアをつけるのと、あと、ハーフブロックを、こんな感じで、設置していこうかな。で、最初のこの5マス開けた部分ね、ここには水をね、流そうかなと思ってるから、この辺穴開けて、で、下も1マス削っちゃって、で、ここに水を流すか。あ、待って。無限水作ろう。無限水。ここは、待って。あ、待って。燃えてる。なんで危なー、今。なるほど。そう、こういうマグマだまりが近くにあると、木がね、燃えちゃうから、まさかの埋まってるパターンだったね。危なー。はい。で、ここに水を流すと。もう一マス上の方がいいかな。もう一個上にしよう。じゃあこっちも同じようにやりますか。よーし、オッケーオッケー。そう、ここのね、階段のところにさ、水流したから、こっちにもね、水あった方が統一感というか、まあなんかいい感じかなと思って、ここは水を流しておきます。じゃあ、あとは、装飾だね。残りの細かい装飾をして完成にしたいと思います。はい、完成しました。前回同様、廃校がね、ちょっと廃れてる感じっていうのもテーマに、こんな感じで作ってみたんだけど、このね、下にそのまま残ってるレールとか、あとこのところどころに置いてる、このチェスト付きトロッコ。これとかも廃校感が出てるんじゃないかな。で、装飾はね、主に天井をメインにこんな感じでしてみたんだけど、多くの葉っぱとかブローベリーをこんな感じでふんだんに使った装飾。あとはハーフブロックとかを使って若干凹凸を出しながら、あと看板ね、
前回も使ったんだけど、看板とか、あと今回は釣り看板もちょっと使ってみました。結構この釣り看板いい感じかも。あとは、フェンスだったり、はしごもね、ちょっと、ところどころ置いてみたりして、あとやっぱこれがいいよね。帽子の花。これのパーティクルが舞ってて、めっちゃエモい感じというか、いい感じの雰囲気が出てるんじゃないかなと思います。で、途中でね、ちょっと変更というか、追加で、ここにね、ちょっとチェストをこんな感じで並べたり、かまどをね、設置したりして、やっぱブラマイ状だから、いっぱい掘るってことで、この一角にだけね、こんな感じで設置してみました。まあなんか一見ね、難しそうに見えるのかもしれないけど、割とオークとか頭皮は序盤でも揃う物資だし、あとは石系使ってるだけだしね。結構ね、序盤の物資が少ない状態でも簡単に作れるプラマイ状って感じで、広さもね、そこまで広くはないし、結構真似しやすいんじゃないかなとは思います。それでは、ブラマイ状無事完成したということで、今度はこのブラマイ状の入り口部分やっていきましょう。それじゃあ作っていきますか。この入り口のところ。と言っても結構ね、コンパクトで簡単なやつなので、ちょっとちゃちゃっとね、作っていきたいと思います。まずは多くの原木と頭皮の原木で柱を立てていきます。周りには階段とトラップドア。間にはワンポイントとして銅の格子を入れてみました。そして上の部分にも同じように柱を立てていきます。壁に使うのは方解石。手前の方に階段の逆さにしたやつを設置。窓にはジャッコーランタンとトラップドア。屋根に使うのは花崗岩と銅のハーフブロック。滑らかな段差になるように置いていきます。左の方には深層岩と深層岩レンガを使って煙突を作っていきます。さっき立てたやつの右側にもちょっとした屋根を追加していきます。ここも滑らかな屋根。銅ブロックと花崗岩を使って作っていきます。そしてこの先にはちょっとあるものを作りたいと思ってるので、壁を苔むした系のブロックで汚してドアを設置。これにて簡単な小さいお家完成になります。はい、だいたい30分ぐらいかな。30分前後ぐらいで、こんな感じのね、ちっちゃいコンパクトなお家。お家ではないけど、まあ入り口っていうか家っぽいやつを、作りました。まあ、簡単に説明すると、多くの原木、頭皮の原木の、柱、方解石の壁、あと花崗岩と銅ブロックを使った屋根。で、ちょっと寂しいから煙突もね、深層岩とか、あと金床とかを使って煙突っぽいのもつけておきました。で、ここの入り口のところは、ドアをね、つけるかすごい迷ったんだけど、まあ、開いてた方が開放感があっていいかなということで、今回はね、ドアなしで、こんな感じになりました。それでですね、こっち側ね、はい、皆さん、ここの文字、見えますでしょうか？精錬所って書いてあるんだけど、ここは、はい、こんな感じでね、掘り抜きました。ということで、ここには精錬所を作っていきます。まあ、精錬所っていうのは、かまどとか、溶鉱炉とか置いて、物は焼けるところにしようかなということで、もうこの後すぐ作っていきます。それじゃあ早速やっていきましょう。でまずは、天井と、床から変えていこうかな。で、この磨かれた凝灰岩レンガと模様入りの凝灰岩レンガ、これをね、こんな感じで交互に置いていきます。
じゃあ次は床だね。床は1マス掘らないといけないな。床掘っていきます。で、床に関してはちょっと温かみも持たせたいなということで、頭皮の原木を使って床を張っていきます。あとはこの壁際に、かまどとかね、燻製器とか溶鉱炉の、焼ける場所を作っていきます。樽を2マス。で、樽に向かって、ホッパーの上にかまど。さらに、かまどの上に、ホッパーと、この上に、チェスト。かまどの横に、ホッパーを設置して、その上にも、チェストを置いて、はい、これで自動で焼けるやつが一応完成って感じかな。じゃあちょっと装飾は後にして、これと同じやつの燻製機バージョンと溶鉱炉バージョンを、一つずつさらに作ります。はい、こんな感じで、ちょっとこの空いてるとこはね、ちょっとおいおい説明するんで、ちょっとじゃあ、装飾をやっていきますか。で、使うのは、磨かれた凝灰岩と凝灰岩レンガ。これを混ぜ込みで置いていく感じで。それと、このホッパーのところには、銅のね、トラップドアを置きます。で、周りを凝灰岩のブロック系で埋めていきます。でこのチェストがあるところは開けれるようにね、ハーフブロックで。前回と今回で作った、階段とブランチマイニング場は、割とね、ちょっと苔ブロックとか、あと苔むした系の素材とかで、ちょっと汚した感じの作りだったんで、ここの中はね、ちょっと綺麗めな作りにしようかなと思ってます。で、ちょっとこのままだとね、暗いから、鎖とランタンを、この角の方に置いていきます。そして、この空いたところの、この一番下を2マス掘って、着光ランタンと銅の格子を入れていきます。で、実はね、まだここの部分は材料がなくてできないんだけど、焼くための燃料の無限マグマ、あれを作りたいなと思ってます。この上の4マスにマグマ設置して、ここは銅の格子。あとこの下にね、鍾乳石をつけて、この下に大釜を置くと、マグマが溜まるっていう感じになるかな。で、最後、ここにトラップドアを設置。OK、この壁面は一応こんな感じですね。だからあとは鍾乳石をゲットしたらもう完璧って感じ。でね、鉄がなくて、大釜もね、今作れないっていう状態なんで、ちょっと鉄集めとか、あと冒険に行って、鍾乳石探しとかも今後やっていきたいなっていう感じです。はい、これで終わりではありません。次、ちょっとこっちのね、壁面。こっちはね、ちょっと収納、チェストとかをちょっと置いて収納できる場所にしたいんで、頭皮の皮を剥いだ原木で、柱を立てて、この上は頭皮の階段。あとはチェストをこんな感じで設置。どうしようかな。下も階段にしようかな。いや、このままでいいか。ここも階段置いとくか。階段。ランタンと
植木鉢。それじゃあ最後、この辺にちょっとした作業スペースみたいなところを作りたいので、1、2、3。3マス開けて、でまた凝灰岩のブロックを、こんな感じで、ちょっとこの字みたいな感じで設置して、この中に、金床と石切り台、レールと、かまど付きトロッコ。このかまど付きトロッコは、Java 版限定みたいなんで、統合版ではないんだけど、これをこんな感じで設置。で、ここの真ん中に、レールとトロッコ、仮ブロックを置いて、頭皮の階段、ピストン。で、あとは、レッドストーンブロックで押してあげると。で、この階段の両サイドに看板を設置して、これで、はい、こんな感じでね、実際に座れるっていう感じ。あと、この天井部分がちょっと寂しいので、吊り下げ棚みたいなのを作ります。ちょうど、この辺でいいかな？この辺に、飛来神、あと、鎖設置して、この下に銅のトラップドア。で、この上には、まあ適当にね、飾れるもの。植木鉢と、ツツジ、焚き火、ランタン、レールと、チェスト付きトロッコ。レールは壊しとこうかな。OK。今日のところは、これで完成にしましょう。で、まだ、鍾乳石をね、ゲットしてないんで、完璧ではないんだけど、まあ、冒険とかでね、探せればいいかなと思ってます。ということで、燻製機じゃない。精錬所と、ちょっとした作業スペースを作って、こんな感じになりました。まあ、ここはね、さっきまで作ってきたところとはちょっと違って、割と綺麗めな仕上がりになったんではないかなと思います。ということで、今回のパートはね、前半で作った、ブランチマイニング場。はい、こちらのブランチマイニング場の入り口となる、建物。はい、精錬所を作りました。いやー、なんかさ、今回パート5だよね。なんか、冒険をあまりしてなくて、サバイバルパートがね、全然進められてないので、ちょっと次回あたりは冒険もいっぱいやりたいかなと。サバイバルパートも進めていきたいなと思っております。はい、ということで、今回のパートはここまで。ご視聴ありがとうございました。それでは、バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。